あなたは回転寿司に行ったら必ず食べる魚はあるでしょうか？マルハニチロはまさにこの質問を国民に広く問いました。その結果、ある一種類の魚が圧倒的に好まれていることが分かりました。サーモンです。まず、回転寿司でよく食べているネタへの回答で、サーモンは堂々の1位。しかもこれは2012年以来、なんと14年連続の結果です。他にも、最初に食べるネタ、最後に食べるネタ、コスパがいいと思うネタでも1位と、サーモンの圧倒的な人気が分かりました。この結果には十分納得できます。サーモンは鮮やかな綺麗な見た目で、脂が乗っていて癖がなくて誰でも受け入れられる味をしています。それでいて肩を並べる人気を誇るマグロよりも安い。もはやサーモンのない寿司など考えられません。しかし、この日本人がこよなく愛するサーモンにはもう一つ興味深い裏話があります。それはサーモン寿司なるものはほんの30年ほど前まで全く存在しなかったということです。実際、水産庁の公式ページには、もともと日本では鮭を生で食べる習慣はほとんどありませんでしたとの記載があります。カナダ政府が1989年に出した市場調査報告書でも、サーモン寿司を食べる観光が日本に導入されたのはごく最近であり、まだ広く受け入れられてはいないと、1989年時点でも珍しい食べ方だったことが記されています。これは決して日本人が鮭を食べなかったという意味ではありません。鮭は古くから特に北日本で日常的に食べられていました。江戸時代には北日本の鮭が北前船で大阪や江戸に届いて一般化したと言われています。実際、明治時代の学校給食の典型例はおにぎり、漬物、そして塩鮭でした。一般的な和食の朝食の写真にほぼ必ず焼き鮭があるのは、それだけ鮭が広く食べられてきた結果です。ただ不思議なのは、これだけ広く親しまれていたにもかかわらず、寿司に鮭が加わることがなかったことです。寿司は江戸時代の時点で今日のものと同じような姿になりましたが、当時の絵のどこにも鮭は見当たりません。では一体なぜ鮭は寿司として食べられなかったのか。それは鮭にはアニサキスという寄生虫がいるからです。一応アニサキスはサバやアジ、サンマ、カツオ、イワシ、イカ、マグロなど基本的にどの魚にも寄生します。しかし他の魚では内臓に多いのに対し、鮭では人間が食べる部分にもいる傾向が強いので取り除きにくいのです。これこそが日本人が鮭を食べるときは必ず加熱していた理由です。とはいえ、だとしたら、この慣習はなぜ30年前に突然消えて、我々は鮭を生で食べるようになったのでしょうか。ここから話は面白くなってきます。実はこの慣習を壊したのは日本人自身ではなくノルウェー人でした。ノルウェーでは1960年代に鮭の養殖が始まって以来、順調に生産量が増加。1970年代にはヨーロッパに大量の鮭を供給するまでになっていました。そうしてヨーロッパはこの急成長を支える新たな市場として日本に目をつけました。日本は人口1億人の巨大市場、しかも全員魚をよく食べます。それまで日本は魚を自給自足できていましたが、1970年代以降は人口増加と魚の資源量減少により魚を輸入し始め、1980年代には世界最大の水産物輸入国になっていました。ノルウェーは早速1974年と85年に漁業関係者から閣僚までを含む大規模な視察団を派遣。改めて日本が今後ノルウェーの水産業を支える重要な市場になることを確信しました。そうしてノルウェーでは政府や業界団体などが結集し、プロジェクトジャパンという計画を立ち上げました。目標は3年以内に対日輸出を倍増させること。シシャモやサバなどと合わせて鮭はその輸出品として大きな期待が寄せられました。プロジェクトジャパンとはいかなる計画だったのか。残念ながらその内部事情はほとんど記録に残っていません。そこで我々はノルウェー・オスロにあるとある合気道の道場を訪ねました。ビョーン・エリック・オルセンさん。オルセンさんは合気道の師範であり、ノルウェー随一の合気道の実力者です。オルセンさんは14歳の時に映画7人の侍を見て以来、日本文化に夢中になりました。ノルウェーの大学では水産業を学び、その後来日、あらゆる日本文化を学びました。そうして水産業への知見と日本での経験が買われてプロジェクトジャパンに携わることになりました。オルセンさんはプロジェクト開始当初からサーモン寿司が日本人の心をつかむと確信を持っていました。When there was a buffet for the guests, they had a little corner with sushi and sashimi. And then they put some salmon just to test. And there was a very interesting observation because then I could see that if there was some young people, especially young housewives, that was maybe invited together with someone to the reception,
they liked it. But all the business people, the seafood people who knew the tradition, they was like, no, we don't even want to taste it. And they said it doesn't look nice, it smells, and if they taste it, it's not for us. 漁業関係者が試食すら拒んだのはアニサキスの危険性をよく知っていたからでした。しかし事実として養殖サーモンはアニサキスの取り除かれた餌を与えられるので、それが混入する余地はありません。要するにサーモンは十分日本人に受け入れられる素質がありました。真にそれを阻んでいたのは養殖サーモンに寄生虫がいるという誤解であり、ここからプロジェクトジャパンの主眼は丁寧にこの誤解を解き、サーモンが安全な魚であると説得することになりました。ただオルセンさんはまずそういった理屈は一旦置いておいて、最初は日本人関係者と絆を深めることに努めました。We kind of, the most important for us was to keep the harmony with the Japanese and not do anything so that we made anyone lose face or that we lose face. That was the most important. We had to kind of be careful and let the process go slowly and not try to push or just allow things to develop naturally. That was the main strategy. 当時のプロジェクトジャパンの報告書には日本人の精神を分析した章があります。オルセンさんが特に参考にしたのが土井武雄の甘えの構造という有名な本でした。欧米と日本では人間関係の構造が根本的に違います。欧米では人間関係の基本単位は個人で、個人は必要に応じて緩い集団に属し、その外に公共社会があります。一方、日本では個人は身内というべき家族や親友、恋人などと人情で密接に結びついていて、その外に知り合い、例えば先輩後輩、仕事の関係者などがいて、その外に他人がいます。他人がある個人と関係を深めるためには、まず義理を果たし合う知り合いになる必要があります。礼儀を守ったり、贈り物を贈り合ったり、遠慮し合う関係です。そうしていればやがて人情が起き、遠慮せずとも続く関係、身内に入ることができます。プロジェクトジャパンが目指したのは関係者とできるだけ身内の関係に近づくことでした。外国人であっても同じ集団の一員になることは不可能ではない。しかしそのような集団が真に家族のような機能を持つためには共通の目的があり、親密な個人的接触が育まれ、相互作用や礼儀作法がある程度日本的な形で行われる必要がある。日本ノルウェー協会のような友好団体やプロジェクトジャパンのフレンドシップグループはそういった可能性の例である。だがそのような親しい個人的関係に踏み込む前には、当然ながら日本人の考え方や文化に対するかなり深い理解が必要である。しかもそれには細心かつ的確なフォローが求められる。重大な失敗を犯せば相手に失望を与え、むしろ最初よりも大きな距離を生んでしまう可能性がある。しかし逆に一度日本人との関係の中で身内の側に入ることができ、互いを知ることができれば、それは非常に大きな強みになるという点では多くの日本研究者の意見は一致している。ただし出発点において外国人は不利な立場にある。というのも外国人は日本人と同じようには対人関係における人情を理解できないという一般的な見方があるからである。日本語の外人という言葉が文字通りには外に立っている人間を意味することもそれをよく示している。オルセンさんはいきなりサーモンを売り込みに飛び込むのは控え、日本人と地道に関係を築き、調和を保ちながら根回しするよう心がけました。日本の業界団体を訪ね歩き、地元の祭りや旅行を一緒に楽しむなどして、ノルウェー人が仲間であることを理解してもらえるよう努めました。オルセンさんらは広い消費者全般に対してもサーモンの先入観を変える施策を打ちました。On the Tsukiji fish market, on all the campaigns, on the advertisement,everything, when we talk about Norwegian salmon, we have to call it Norway salmon. And if someone says shake, we should say, no, this is not shake, this is Norway salmon. So we started that. That was a very important thing, I think, because we had to disconnect in the mind of people. 我々がなぜ寿司用の鮭だけサーモンと呼ぶのか、それは日本人に加熱用の鮭と刺身用の鮭を無意識に別物だと認識させるノルウェーの戦略の結果だったのです。似た例で言うと、アップルが iPhone をスマートフォンと呼ぶのを禁止しているのと同じです。オルセンさんらは他にもフジテレビ料理の鉄人にも出演したフレンチシェフ石鍋豊氏などにサーモンを使った料理を作ってもらったり、全国で試食会を開くなどして地道にサーモンの印象を改善しようと努めました。とはいえ、日本人の生サーモンに対する拒否反応は想像以上で、なかなか思うように売り上げは伸びませんでした。さらにそれに追い打ちをかけるように災難が重なりました。
まずノルウェー本国では1986年に主要な輸出品である原油の価格が暴落し、日本でいうバブル崩壊と同じ規模の不況が発生しました。この責任を問われた当時の内閣は解散。その結果、最初に日本への視察を主導し、プロジェクトジャパンを立ち上げた漁業大臣も辞任に追い込まれました。後任の大臣は幸いなことにプロジェクトジャパンの意義には賛同してくれました。しかし不景気により予算は当初の3分の1に減らさざるを得ませんでした。また運が悪いことに不況が起こった同じ年に当時日本への一番の輸出品であったシシャモの不漁が発生。なんと1987年からは漁獲量がゼロに落ちました。ノルウェー国内でもプロジェクトジャパンに厳しい目が向けられました。そして災難はいよいよサーモン養殖業界にも波及しました。ノルウェーのサーモン養殖は80年代後半の不景気の中でも順調に拡大し続けていました。ところがサーモンへの需要がそれに追いつかなかったので大量に余ってしまいました。供給過剰により価格が下がったので、養殖業者は余ったサーモンを冷凍保存して価格が回復するまで待てばよいと考えました。ところがこれがむしろ事態を悪化させました。在庫があまりにも大きかったので、顧客がその存在を知り、いつか放出され価格が下がると考え、買い控えをしたからです。そうして在庫はさらに積み上がっていき、抱えきれなくなった養殖業者が次々と倒産。もともと800社あった養殖業者は400社まで減りました。また養殖業者に融資していた銀行など関連企業も打撃を受け、小さなサーモン不況が発生しました。ノルウェーは一刻も早くこの大量の冷凍サーモンを売りさばかなくてはならなくなりました。そこでノルウェー政府内ではこれを日本に焼き酒用として売ればよいとの考えが持ち上がり、プロジェクトジャパンとは別で1万2000トン売る交渉をマルハニチロと始めました。しかしこれはプロジェクトジャパンとして到底容認できない行動でした。Mr. Niva and me said that no, we can't allow this because we have promised not to go into that segment. We have promised to develop new. If we do this, we lose face and all the trust we have built will collapse. And also we said that this is not a good strategy because also then the kind of we have been building up the Norway salmon name because we had to call it differently. Then we will make confusion because suddenly Norwegian salmon will be called shake and then we call it salmon here and shake there and we confuse. So we said that this is a very negative thing. We can't do that. We can't allow it to do. So I got the ambassador with me and we talked with the ministry. I remember we took a phone calls to the Ministry of Foreign Affairs in Norway and with the Ministry of Fisheries. And we said that we don't allow this. We can't allow this. And the ministry stopped the banks and the industry to sell to Japan. But they said, we have to get rid of these 40,000 tons. So you have to come up with at least some alternative. And luckily, Mr. Niva, who had many connections in Japan, he knew personally the president of Nichirei. And he took a meeting or call to the president and said that we have this stock of salmon. We are offering you a reduced price, a certain volume. Could you be interested? And I remember we were invited to a meeting, Mr. Niva and myself, with the Nichirei management, and we discussed this. And they agreed to have a contract of 5,000 tons, provided that they sell it as Norway salmon to the sushi and sashimi, so it should be marked. And Nichirei's strategy was to sell to the supermarkets in the freezing frozen products and to the newly kaiten sushi. 今オルセンさんは回転寿司について言及しました。実は回転寿司もサーモン寿司の普及において極めて重要でした。1990年代にバブル崩壊が起こると企業は真っ先に接待費やボーナスを削りました。これにより真っ先に打撃を受けたのが寿司業界でした。当時は寿司屋の主流はいわゆる高級な回らない寿司屋でしたが、人々が贅沢をできなくなった結果、よりお手頃な回転寿司に流れていきました。価格を抑える必要がある回転寿司にとってサーモンは救いでした。それまで寿司を支えていたマグロの漁獲量が減り始め、手に入りづらくなっていました。マグロと同じくらい美味しいが価格は安い魚はないか。そう回転寿司が模索していた矢先、プロジェクトジャパンと日霊が売っていたサーモンを発見したのです。実際にサーモンを回転寿司で出してみると予想を上回る人気になりました。回転寿司の顧客層が若いのは大きな要因だったでしょう。かつてオルセンさんらが大使館で試しにサーモン寿司を振る舞った時、良い反応をくれたのはいつも子供や若い主婦でした。回転寿司がその点で良かったのは、子供であっても自分でネタを選べることでした。先入観を持たない子供は色の鮮やかなサーモンを真っ先に取りました。
そうして子供が美味しいと言うと親も釣られて食べる。そうしてサーモンが美味しいことに気づく。この連鎖が起こったことでサーモン寿司はあっという間にマグロと並ぶ人気を誇るに至りました。プロジェクトジャパンが終わった5年後の1995年、オルセンさんは散歩中ふと街中の何の変哲もない寿司屋のサンプルに目をやりました。すると驚きました。その中には5年前には一切見かけなかったサーモン寿司があったのです。オルセンさんはここでようやくプロジェクトジャパンが成功したのだと実感しました。So this was a surprise to me because I hoped that salmon would be accepted in the sushi. I did never expect it to be number one. That was a surprise. And another surprise was that I never expected it to spread all over the world. 40 years ago, if you said to a Norwegian to have a piece of raw fish, they would said it's dangerous. I never do that. I will be sick. They thought that was the idea in Norway. No tradition to eat, and same in America, England. So suddenly the combination of the Japanese tradition and the Norwegian salmon, which was easy to like and easy to distribute, it was already all over the world, and the price was reasonable and it was available every day. I was very happy, of course, that the Norwegian seafood industry could find a new niche, but I was equally glad to see that the very important part of Japanese culture was spreading to the world. プロジェクトジャパンがきっかけで日本へのサーモン輸出は大きく増えました。今日ノルウェーの養殖サーモンの3分の1は刺身用に使われているといいます。刺身用は味のごまかしが効かない分、素材そのものを良くするため一段と手間がかかります。我々は実際に刺身用のサーモンがどう養殖されているのかを見るため、ノルウェー・ロッセンダールにあるアイデ社を訪ねました。That can be occurring in the fish due to what it eats in the seabed. But what's really nice in salmon farming is that we control 100% of the diet of the fish. That makes salmon quite unique because then you can eat it fresh without freezing or any further processing. このように野生由来の餌ではないからこそアニサキスのいないサーモンを作り出すことができ、我々は安心して生で食べられるわけです。しかし当然人間が与える以上、その質というのも考えなければならなくなります。If you give them feed they don't like, they eat it maybe the first day, but then they will stop eating it if it's not the right thing. So high quality feed is very important and a very big topic in all aquaculture. So. 一方で、ただ養殖を拡大するだけだとウミシラミという別の問題が起こります。ウミシラミはサーモンの体表に付着して栄養を奪う寄生虫で、魚にストレスを与え味も落とすだけでなく、最悪の場合サーモンを死に至らせてしまいます。さらには養殖場から漏れ出たウミシラミが野生の魚にも媒介されることで、自然の生態系も破壊してしまうことが長年サーモン養殖特有の環境問題となっていました。そこで注目されているのが海との境界を保てる閉鎖式の生けすです。従来のネット形式とは異なり、密閉容器のように海との境界を保つ仕組みです。Welcome to Watermoon. This is our site where we are having a closed containment system for a new production, meaning that it is completely closed and we pump in water from 50 to 70 meters of depth below the sea lice belt, meaning that inside the unit, since it's completely closed, sea lice cannot enter the system. 外の海から完全に遮断することでサーモンがウミシラミに触れることはありません。そのおかげで普通の生けすならば 14% の死亡率が閉鎖式ならば 2% まで低下します。ストレスも減るのでサーモンも健康に育ち味が良くなります。さらに成長の速さに関しても閉鎖式が最も優れています。サーモン養殖もウミシラミなどの環境問題があることは否定できませんが、閉鎖式の生けすが開発されていることからもわかるように日々改善は進んでいます。実際このような最新技術が登場する前からサーモン養殖は効率が良いことで知られており、同じ1キロの肉を作るのにサーモンが必要とする餌の量は極めて少なく、牛肉の8分の1、豚肉の3分の1しか必要ありません。これからも世界の人口増加が予想される中、どうやって食料、特にタンパク質を供給するかというのが一大課題となっています。サーモンはその有望かつ現実的な解決策として需要がどんどん増しています。実際、三菱商事が1500億円を投じてノルウェーサーモン養殖第3位の企業を買収したのも、それだけ今後の需要、とりわけ寿司用の良質なサーモンの需要が見込めるからこそです。その点で言うと、サーモンというのは不思議なほど人間に都合が良い魚です。
鮭は海で4年ほど過ごした後、生まれ故郷の川に戻ってきます。川を登る間の数週間、餌は一切食べないので、海でたっぷり栄養を蓄えた上で上流を目指します。しかし、その道のりは過酷で、強い流れに逆らいながら、いくつもの滝を越えるうちに体力を消耗します。そして弱っている中、熊や鳥、人間などに追いかけられます。そうして傷だらけになりながら、ようやく産卵場所にたどり着くと、卵を産み、力尽きてその一生を終えます。しかし、鮭の役割はここで終わりません。死んだ鮭は分解され、周りの微生物や植物の餌となって森全体を豊かにし、結果的に稚魚たちが育ちやすい環境を作ります。実際同じ種類の植物でも鮭がいると成長速度が3倍も速いことが分かっています。鮭は海で蓄えた栄養を山奥まで運び、生態系全体を豊かにしているわけです。その恩恵を受けているのは人間も同じです。鮭が朝食の見本に必ず登場するのは、それだけ栄養的に優れている証です。良質なタンパク質、いわゆるいい油であるオメガ3脂肪酸、重要にもかかわらず日本人の 98% が不足するビタミン D、鮭の赤色の下で老化防止に効くと言われるアスタキサンチン。健康維持にしろ、筋トレにしろ、ダイエットにしろ、美容にしろ、食事に気を使う人がみんな鮭を勧めるのはこの栄養の密度にあります。さらに鮭の人間にとって都合の良い点は、この栄養の塊が毎年決まった時期に自ら山奥の村まで泳いできてくれることです。鮭は冬の前の栄養が一番必要な時期にちょうど遡上してきます。しかも近くの小川まで自ら来てくれるので捕まえるのも簡単です。その上調理もしやすく味も良い。食べきれなかった分は肥料として再利用できます。まさに鮭は自然界の栄養便と言える存在です。ところでふと考えてみると、この動画を提供しているナッシュはどこか鮭に似ています。まず一つ目の共通点は栄養面の優秀さです。ナッシュは管理栄養士の監修のもと、現代人が摂りすぎがちな糖質を 30g、塩分を 2.5g 以下に設定しています。この基準のもと、どのメニューでも様々な食材がバランスよく使われています。それでいて美味しい。鮭の特徴は栄養満点なのに美味しい点でしたが、ナッシュも同じで、専属シェフが味にもこだわることで積極的に食べたくなるよう設計されています。メニューもすでに約100種類あって、日々新メニューが登場するので、長期間食べ続けていても飽きません。さらに調理も簡単です。ナッシュは冷凍庫から取り出して電子レンジで温めるだけ。あなたは忙しい朝だからといって適当に朝食を済ませてはいないでしょうか。ナッシュはそういった忙しい人が使ってこそ威力を発揮します。そしてもう一つの鮭との共通点は定期的にこちらへ来てくれることです。鮭が海から近くの小川まで毎年秋に泳いでくるように、ナッシュも工場からあなたの自宅まで定期的に届けられます。しかも旅行などでしばらく家を空けるときは気軽に配送をスキップすることもできます。かつてノルウェーの冷凍庫はパンクしましたが、あなたの冷凍庫は大丈夫でしょう。またナッシュの容器はすべて紙素材なので、食べ終わったら燃えるゴミとして捨てるだけでよく、洗い物も必要ありません。まさに鮭が自然界の栄養便なら、ナッシュは人間界の栄養便というわけです。鮭を食べることもナッシュを食べることも、どちらも万人にとって費用対効果の高い投資となります。人それぞれ改善したい問題を抱えていますが、多くの場合その土台には健康があります。例えば肌をきれいにしたいとき、時間をかけて高い美容液を探し回る人は少なくありません。しかしこれはあまり費用対効果が高くありません。肌の上に何を塗るかというのは木全体の中の枝のような些細なことであり、もっと堅実な改善策はそもそも健康になることです。結局肌荒れというのは皮膚が正常に機能していない結果であり、不健康なまま肌だけきれいにするのには無理があります。同じようにダイエットも頭の働きも気分も土台はあくまで健康であり、細かなテクニックに頼る前にまず健康という土台を整える方が合理的です。そしてその健康に最も直接作用するのが食事です。なぜなら食事は体そのものを作る材料を入れる行為だからです。肌も筋肉も血液もホルモンも脳の働きも全ては口から入れたもので成り立っています。だから食事の質が悪ければ肌や体型、集中力、気分が全て一緒に悪くなりますし、良ければ全てが改善しやすくなります。とはいえ食事を改善するのは簡単ではありません。栄養バランスを考え、食材を買いに行き、調理し、片付ける一連の労力がかかります。しかもそれを毎日継続しなければ意味がありません。だからこそ多くの人は食事が土台であると頭で分かっていても、美容液のような小手先で解決しようとしてしまうのです。これは気合で乗り切れる問題ではありませんし、そもそも健康を考えすぎること自体が不健康です。そこでナッシュが現実的な解決策になるわけです。ナッシュを使えば栄養管理がしっかりされた食事が自宅に届き、あとは温めて食べて容器を捨てるだけです。時間と手間を大きく減らしながら食事の質を良くしやすい。実際それが評価されて累計 1.5 億食を突破しました。
あなたもナッシュを使って生活の質を底上げしてみてはいかがでしょうか。今回は視聴者の方へ最大5000円引きのクーポンが用意されています。初回6食選択の場合は1食あたり386円で購入できます。ぜひ概要欄のリンクからお試しください。